皆様こんにちは。本日は羽田空港第1、第2ターミナルをご紹介いたしますので、最後までごゆっくりお楽しみください。まずは第2ターミナルからご紹介いたします。私は今、京急線の羽田空港第1、第2ターミナル駅の第2ターミナル改札方面にいます。改札を出るとエスカレーターがありますので、こちらを登ります。改札は地下2階、ここは地下1階です。空港ってゆっくりと見る機会が少ないと思うので、この動画を見ていただき、実際に羽田空港に行くときに少しでも役に立ったら嬉しいです。空港内にはコンビニやお土産屋さん、飲食店がたくさんありますので、小腹が空いたり何か買い忘れがあった場合でも安心です。モノレールの改札はこちらです。奥まで行くとこんな感じになっています。空港内には他ではあまり見かけない自動販売機がたくさんあったので、ついついいろいろなものを買いたくなっちゃいました。モノレールの改札はこちらにもありました。お昼時にここを通ったら長蛇の列でしたので、丸亀でお昼を食べたい方は時間に余裕を持って空港へ来ることをお勧めします。喫煙所はこちらにありました。続いて1階にやってきました。1階は到着ロビーです。現在地がこちらです。空港内は至るところに案内板がありますので、迷うこともなさそうでした。こちらでバスのチケットを購入することができます。クレジットカードでも購入できるのが嬉しいポイントでした。バス乗り場は一列になっており、迷うことがないので安心です。こちらにもあまり見かけない自動販売機がたくさんありました。待ち時間にお腹が空いた場合は、自動販売機でご飯を買うのもいい思い出になりそうですね。このエスカレーターを登ると出発ロビーへ行くことができます。また奥にある長いエスカレーターは地下1階から直接出発ロビーに行くエスカレーターとなっています。1階到着ロビーの一番端に来ました。ここから見えないのですが、ここにエスカレーターがあります。先ほど丸亀あたりを紹介した際に、喫煙所のすぐ横にあったエスカレーターを登るとここへ来ることができます。一番奥へ行くとシャワールームがあります。部屋数は10部屋あるようですが、予約は受け付けてないとのことですので、利用する予定がある場合はお時間に余裕を持っていく方が良さそうです。詳細は羽田空港の公式サイトをご確認ください。現在地がこちらです。続いて2階、出発エリアのご紹介です。今映っているのは羽田エクセルホテル東急という空港直結のホテルの入り口です。別の動画でこちらのホテルの紹介をしておりますので、ぜひそちらもご覧ください。
こちらのホテルのお部屋からは飛行機が見えたり、まるでコックピットのようなお部屋があったりと、とてもワクワクできるホテルなので、羽田空港を利用する方はぜひ一度宿泊してみてください。コインロッカーも簡単にご紹介いたします。支払い方法は現金払い以外にも QR コード決済や交通系 IC などが使えるようです。上にもロッカーの使い方が記載されていました。第2ターミナルには時計台が合計で6カ所ありますが、第1ターミナルは合計4カ所と数が違うのでご注意ください。こちらのマーケットプレイスにはお土産屋さんやレストランなどが入っております。時計台6番まで来ると奥に国際線のエリアが見えてきます。こちらのエリアも一緒に見ていきましょう。こちらが国際線エリアです。とにかく全体が真っ白でした。窓側から見た全体像がこちらです。国際線エリアは窓側に椅子があります。夜だと外が暗く、遠くからでは何も見えませんでしたが、明るい時間だとここから飛行機を眺めることができます。国際線の出発ロビーも非常にシンプルなので迷うことがなさそうでした。先ほどはここのエスカレーターを登ってきましたが、この道をまっすぐ行くと3階のフードコートへ行くことができます。こちらにはパッキングエリアが用意されていました。ここには手荷物預かりコーナーがありました。
ロッカーが空いていない場合やロッカーに入らない大きさのものを預けたい場合はこちらを利用するのが良さそうです。外貨両替コーナーもこちらにあります。エスカレーターで上に行くとスターバックスがありました。またこちらには有料の待合室がありました。天井がとってもおしゃれです。以上が国際線エリアの紹介でした。こちらの道を通ってフードコートへ向かいます。この通りにある椅子は様々な種類が使われていて、どれも可愛かったです。フードコートはこのようになっています。店舗内に席があるお店とないお店がありましたので、食事する際は席の確保にご注意ください。マーケットプレイスまで戻ってきました。こちらにも椅子やテーブルなどがあります。さらに奥に進むと、こちらにも椅子やテーブルがありました。この道を奥へ行くと、突き当たりに有料ラウンジがあります。特定のクレジットカードなどを持っていると無料で利用できるラウンジですが、お盆やお正月などハイシーズンは席が空いていない可能性がありますのでご注意ください。続いて最初の京急線の改札口、地下2階に戻ってきました。ここは第1ターミナルと第2ターミナル間を歩いて移動できる地下通路になっています。ターミナル間は無料のシャトルバスも出ているので、ターミナルを間違ってしまった方でもご安心ください。歩いて第1ターミナル方面に来ました。京急線で羽田空港まで来る場合の注意点ですが、第1ターミナルと第2ターミナルは同じ駅で降りるので、電車を降りて右に行くか左に行くかでターミナルが異なります。万が一反対の改札口に出てしまっても、この通路を通れば戻ることは可能ですが、意外と距離が長いので結構時間のロスになってしまいます。ホームに行き先が書かれた看板がありますので、そちらをチェックしながら改札に向かってください。第1ターミナルの地下1階に来ました。第2ターミナルとはまた違った印象です。向かって左側がこんな感じです。向かって右側はこんな感じです。続いて1階の到着ロビーに来ました。このおしゃれな外観のコーナーはお手洗いでした。続いて2階、出発ロビーまでやってきました。第1ターミナルは時計台が合計4カ所あります。お土産コーナーやレストランは空港の真ん中にありますが、端っこにもご飯屋さんが入っていたのが第2ターミナルとの違いになります。
時計台4の奥にはキッズスペースもありました。第1ターミナルの2階は両端にもレストランがありました。さあ、続いては保安検査を通過した後の出発ゲートエリアも簡単にご紹介いたします。最初に撮影していた場所は22番と23番の間で、今は15番の近くにいます。こちらのモニターは等間隔で置いてあるので、ラウンジの場所やトイレの場所、喫煙所などはこちらで確認すると分かりやすいのでおすすめです。モニターの操作ですが、例えばラウンジを押すとこのようにラウンジの場所が表示され、お手洗いを押すとこのように表示されます。モニター以外にも案内板がありました。先ほどちらっと映りましたが、こちらには中庭のような場所がありました。木々の中には入れないものの、ここの間は通ることができるようでした。こちらですが、一部エリアに向かう飛行機はバスに乗って飛行機まで行く必要があります。以前高知県に行った際にこちらを利用したことがあるのですが、バスは大きいものの全員が座れるタイプのバスではなかったのでご注意ください。先ほどの場所に戻ってきました。私がここを撮影したのは平日の朝8時前くらいですが、ご覧いただいて分かったようにエリアによって混雑状況がかなり違いました。土日やハイシーズンなどは椅子に座ることが難しいかもしれないのでお気をつけください。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも役に立ったら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。